こんちは。4G 初めから攻略パート11です。前回でカイモンスターとはあらかた戦い終わりました。今回は村上位クエストに進出するためドンドルマに向かうぞ。ドンドルマ自体には開始直後に行けるのですが、特に用がないので行ってませんでした。初回ムービー撮っておきたかったしね。じゃ、早速行きますか。しょっぱなからすみませんが、ムービー、会話、ムービーのコンボ入るので、次の実況までちょい飛びます。久々の人もいると思うから見てってちょうだい。Sorry.
ほい、ドンドルマのストーリー開始。いつも聴いてる音楽ですが、進行によって訪れると、また印象違いますね。まずは、ルーキーに話を聞くんだったか。てなわけで、大名ザザミの討伐を任された。大名も 4G から復活した要素ですね。狩猟地は旧砂漠ヒルか。受付嬢が言ってた通り、大名から上位クエスト扱いになるね。村クエとはいえ、上位は上位です。油断せずに行きましょう。大名も原種とやるの久々だな。できればサクッと行きたいが。いや、懐かしい気分になるね。監視時の BGM が特に。少しアレンジ入ってますが、昔のままですね。地形とかは、見る影もなく変わってるんだけど。年月が経過してるようですね。ああ、こんな始まりだったな。そういえば、角に貫かれなくてよかったよ。ここはオアシスエリア。昔は広々してましたが、日陰もできてくつろげそうです。さっきちらっと触れたけど、旧砂漠は、セカンド G 以前から年月が経過して、地形や生態系が変わってる設定らしいね。かつて砂漠岩地と呼ばれてた頃とは、背景の様子も随分変わっているようです。岩や崖が少なくなって、広い砂漠が続いてる印象を受けるな。年数が経過してるとはいえ、変わりすぎのような気もするけど。経年の他にも天変地異説があるみたいですね。隕石のかけらが取れるポイントがあるくらいなので、結構なイベントに見舞われたのかも。そこまでの変化があって、よく周囲の生物は無事だったな。確かに、地形が変わるほどの隕石落ちてきたら、周囲一帯が全滅しそうですけどね。どうでもいいけど、砂漠岩地って、読み方、岩地でいいの？でも、ガンチって打っても変換候補に出ないんですよね。ただ、岩地は、日本の地名しかヒットしないので、地形を表す用語として存在するのか不明です。どっかに正解書いてそうだけどな。旧作の攻略本でも引っ張ってくれば載ってるかな。覚えてたら、年末実家に帰省した時に見てみましょうかね。モンハンは難読漢字が多いからな。フィールドの名前は一般的な名詞が多いと思うけど、
砂漠関連ではディアブロスの別名が、昔の攻略本では角竜読みだったのですが、いつの間にか角竜読みになっていて、困惑した覚えがあります。恐竜に角竜類ってのがいるらしいから、それが元なんだろうね。にしても、モンハン界では一貫性ありませんよね。下竜とか水竜がいるのに。だよね。攻略本で見たときは違和感マシマシだったよ。で、全然さざみ戦に触れてませんけど、どうです？ぶっちゃけ、回とあまり変わらないかな。もうちょい強かった覚えがあるんだけど、攻撃も別にそこまで痛くないし、タフな印象も受けない。まあ、報酬金3300銭しかありませんでしたしね。回リオレイヤと報酬一緒ですよ。そう考えると、ザザミ舐められすぎでは。もしかして、ドンドルマ復興中だから財政難なのかな。ドンドルマってよく襲撃にあってて、その度に復興してるらしいですけど、よくお金回ってますよね。まあ、大長老がいるくらいだから、拠点として重要な場所なんだろうけどね。そもそも、ギルドの資金源って何なんだろう。税金みたいなのあるのかな。直接お金を取らなくても、狩られたモンスターがお金になるんじゃないですかね。言われてみれば、ハギ取り3回ポッチで全素材なくならないだろうからな。残った素材は、全部ギルド預かりってわけか。まあ、研究に回す分もあるでしょうし、残った素材を全部換金ってことはないと思いますが、狩りに至る全てをギルドが仕切ってるので、ギルドが資金難は考えづらいでしょうね。となると、ドンドルマ自体で経済を回すってより、ギルド的に重要な拠点だから、資金的なバックアップをして、それで成り立ってる線が有力か。だと思います。知らんけど。そっちが降ってきた話題なのに。弱って移動してきたぞ。10分くらいは覚悟してましたが、案外脆いですね。でおい、結局戻るのかよ。疲労と重なりましたかね。たまにありますね。かつて、合格種が弱る合図といえば、口から出る泡がなくなることだったんだけど、今作からは、わかりやすく弱ってくれるね。だいぶぐったりするので、かわいそうと思わなくもないです。ちょっとコミカルな感じがして、私は好きだけどね。ただし、ギザミはモーションがゴミだから許さない。まあまあ、今作にはいませんし。サンブレイクのギザミは、強属性チャークのおやつだったから好きだけど、たまにこの強化でガリガリやりたくなります。終わった。お疲れ様です。とりあえず上位突入ですね。ドンドルマ復興の第一歩だ。ガンナーのお姉さんからは、ババコンガーシュの依頼か。ちょっと手強そうですね。よーし、まずは焦らず、装備を整えるところから行くか。しかしチャージアックスは、この段階では、ろくな強化先がありませんが。ちょっと試したいものがある。後半パートは、それに着手しよう。で、試したいものって何ですか？打武器を使ってみようと思ってね。おお、ついにですか。回は結局、チャーク1本になっちゃいましたしね。それに、村上位入りたての段階って、多分武器的に一番苦しいところなんだよね。特に、チャークは数が少ないから、採取素材でとりあえず作れる武器が存在しないし。それで打武器と。ちょっと時間かかりそうだから、まずは足がかりになる防具を作ろう。出ましたね。ランポスウェスメール。かなり強力な同装備です。巧みに攻撃3、気絶2を持ちながらスロット1。これを5倍するだけで、巧みと攻撃台が組めてしまうよ。この段階では、倍化装備がない部位がありますが、上位序盤としては破格すぎる性能ですね。なぜか、どうだけ強いんだよな、これ。ガチで異質な装備だよね。
MH4 では倍化するのが流行ったんですが、その一角のナルガが匠1になってしまい、お手軽倍化としての地位は、ランポス S が担う形になっていますね。言ってること、実質真打ちだからね。ドス潮流の突然変異よ。で、目指す武器はこれだな。独創剣ですか。コンガーシュと同時期にヘリョスも解禁なんで、上位武器まで強化できるみたい。まあ、毒であれば幅広く持っていけますしね。防具と合わせてだいぶ作業多くなるが、ちょっと頑張ってくるわ。ふい、やっと終わった。ゲリョス足の翼が全然出ず、沼っておりました。とりあえず、フェイタルポイズン完成ね。汎用双剣として最低限の強さはあるな。で、防具の方も、いろいろと素材集めをしておりました。匠でもよかったんだけど、シミュしてたら快適そうな装備あったからね。ガルルガメイルと、ガルルガのギルクエを受けるために、ハンターランク3まで上げてきました。あと、ガブラス腰に、虫のコインが必要なんだけど、これがまた面倒だった。冬季大会のゲネルやりましたね。ヘビーで16分かかりました。タチの方が良かったかな、あれ。よーし、組めた。どうしても耳栓欲しくなったんですよね。耳栓で止めたら、小耳が必要になった時後悔しそうだから、小耳まで積んでおこうみたいなノリね。カブライスあたりは使い回せるので、無駄な作業ではないと思いますよ。地味に攻撃音00のお守り引いたのが、ランポスエストのシナジーを生んでいるな。したらば、コンガーシュに向かいましょうか。しかし、コンガーシュのガスを利用ね。狩猟したとてガスだけ取り出せるのか？まあ、亡骸にガスは溜まってるでしょうし、大丈夫なんでしょう。ここだ。タイミング早かったような。ほら、生焼けですよ。いやいや、これでいいのよ。ただの競争薬を作りたかったからさ。なんでまた。この段階では、競争エキスの錬金ができないから、グレートを量産することが難しいのよ。なるほど。節約のためですか。普通の方なら、生焼け肉と増強剤で作れるからな。んじゃ、準備もできたし、レッツゴー。いましたね。ちなみにアッシュモンスターは、初遭遇時のムービーは基本的にありません。アッシュでもムービーあるやつはいるけど、基本は特別待遇のモンスターだね。しかし、ババコンガーシュも、最近めっきり見ませんね。バイルスは原種がいるので、ワンチャンあるでしょうか。藤岡さん主体の作品は、アシュが登場する傾向にあるからね。ババアシュが出るなら、クックアシュとかも見られそうだな。そういえば、バイルスのクック先生、一度にたくさん登場するみたいですね。アシュだと、群れの表現ってどうなるんだろうね。やっぱり、アシュが原種を従える構図になるのかな。原種アシュって上下関係じゃないんで、アシュは群れなさそうなイメージですけど。そもそも群れが合ってないやつもいるしな。ティアアシュは警戒色だし。ディアブロスクラスのモンスターの警戒色は、世界観的にも説得力ありますね。見るからに近づいちゃいけない感あるよね。アシュにもインパクトあるやつと、今後出られるか不安なやつで二分されています。G 級作品で追加されたような子たちは、大体不安組になっちゃいます。もしかして、ドドブラーシュディスってる？いや別に、危ういのはドドブラーシュだけじゃないですし。4G で言えば、ケチャーシュとかスキュラーシュも、だいぶ怪しいモンスターですよ。最近だと、トビカガチアシュとかも結構危険な香りしてるよね。新しいアッシュは G 級作品の目玉にはなるんですが、世代が変わると原種次第になりますからね。モンスターの内定するしないは、それ自体が盛り上がる要素にはなるけどな。開発的にも、過去モンスターの復活は割と積極的なようだし。ラギアクルス、次こそは頼む。アッシュが進出できないぞ。ラギアは、希少種の方が不安だよ。一生海底に幽閉されてるぞあいつ。まあ、海底遺跡にはナバルアッシュも幽閉されてるし、二人仲良くやってるんじゃないですか。なんか希少種に冷たくね。さて、そろそろ弱ったかな？フェイタルポイズン、ちゃんと火力は出てますね。物理はちょいと低めですが。攻撃力196だから倍率140か。上位にしては力不足感があるな。いつの時代も上位序盤はモンスターの強化にブグが追いつきませんね。村の上位は
少しずつクエストが解放されていくから、特にそれを感じやすいね。その分、体力は、だいぶ抑えめに調整されてるけど。終わりましたね。お疲れ様です。ちょいこちらのパワー不足感はあるが、まあまあいい具合でしょ。これで、筆頭ガンナーの依頼も達成です。リーダーの師匠はいつ到着するんでしょうか。おお、ここでのすがれ来るか。こいつも 4G で砂漠とともに復活しましたね。ローハンターには馴染み深い相手です。しかし、クエスト名、飛び出しまするはネッサにサリューか。これ、誰が考えてるんだろうな。案外、筆頭ランサーが考えてたらちょっと面白いです。ギルドを通したクエストである以上は、NG ワードとかもあるんだろうか。さすがにあるでしょうね。内容を誤解したハンターが怪我したら大変だし。確かにね、暴力系とエロ系もダメだろうな。暴力はまだしも、クエストでエロ系ってありますかね。そりゃあるだろ。モンハンの薄い本、どんだけあると思ってるんだ。モンハンをエロに消化できるの、我々の世界だけなのでは。ほい、ドスガレ戦だよ。昔は、プレスと尻尾回転くらいしかしなかったですが、今作ではだいぶ動けるモンスターになってますね。トライ G のガノトトスベースだと思うけど、距離を詰める行動を挟んでくるね。肉質も昔ほど柔らかくないんだよな。過去作では、プレスの隙に首をめった切りにすれば、すぐ終わってましたが、今作ではそうもいきませんね。かといって、面白いモンスターかと言われると、正直って感じかな。特に歯応えがあるわけではないので、いつの間にか終わってる系のモンスターですね。というか、MH4 の時点で、ドスガレの素材は素材交換で入手できたから、上位ドスガレの存在意味って、だいぶ薄まってるよな。まず、防具のスキルがかなり微妙なんで、スルーされがちですね。この時代は、ドスガレ武器もほぼ存在しないよな。チャークや総中魂はモンハンクロスからだし。ドスガレチャークがあったら、早めに作れる麻痺武器として、それなりの需要を生み出せてそうですが。4G のドスガレ、だいぶかわいそうな立ち位置だよね。G 級に入ったら、麻痺武器大量に作れるし。G 級序盤は、麻痺武器がやたら潤沢でしたね。ガララとザボアーシュがすぐ解禁なんで。同じく、復活したディアはブグが恵まれてるのに、ドスガレ、お前なんで復活しちまったんだよ。もともとは復活させるつもりなかったんでしたっけ？だから、ブグの用意が間に合わなかったとか。まあわからない話ではないかな。ブグも、見た目とステータスの設定必要だしね。それにしても扱い悪いですけどね。一応、サイコさんのモンスターなのに。ところがどっこい、古参ハンターからも、別に愛されてないんだなこれが。戦闘面は面倒で不評でも、見た目は可愛いじゃないですか。それなりに好きな人だっていますよ。顔は、確かにちょっと可愛いか？ボルガの墨を感じる、不気味で可愛い系の顔だよな。目が白い点なのに可愛げあるってすごいですよね。焼き魚を連想させそうなのに。無機質な感じが、人間の目によく映るのかな。人間って面白。すみません。
こいつの戦闘、いつ面白くなりますか？疲労で殴れてる時は、それなりに楽しいのでは。こっちの切れ味の問題でもあるんだけど、ヒットストップが少なくて、手応えがあんまりないんだよな。まあ、そもそも、双剣のヒットストップそのものが緩和されてますからね。向こうさんの肉質も硬くなってますし。貫通弾が打ちたくなるな。防具的に揃えるのきついけども。弱ったので、休眠エリアに来ました。双剣、相性いいのか悪いのかわからん。多分悪いより。こいつは、チャークの方が良かったかもですね。装備を作ったとはいえ、使い分けないといけません。もうちょっと我慢すれば体験も解禁できるから、そうなればだいぶ攻略の幅広がるぞ。上位中盤からは、お守りも一気に強力になるので、装備資源も楽しくなりますね。上位は早めに火山行けるからな。とりあえずはドスガレ、お疲れ様でした。これで、筆頭ハンターからのお願いは一巡かな。ネルスキュラ連続討伐は今更なので裏でやっておきます。おお、もうモノブロスか。ドスガレやらゲルスやらやってたので、急に難しくなりましたね。次回は、モノブロス討伐から始めて、リーダーの師匠の安全を確保しよう。筆頭たちと協力するのは初めてですかね。きっちり使命を果たしましょう。ほい、今パートはここまで。上位に入ったと思ったら、もう次の星の緊急ですか。モンスターの登場ムービーも少なくなるから、動画的にはペースが速くなるね。ハンターも敵もどんどん強くなります。腕が鳴りますね。まずは次回モノブロス戦気合い入れていこう。ほいじゃ、次の動画で。またね。